深夜0時、高校と明るい一本の通り、通称牛肉麺ロード。北面から徒歩10分のこの一角に24時間営業の尿老麺の店がある。静まり返る台北駅周辺とは裏腹に、深夜とは思えない活気。24時を過ぎても地元の方々がひっきりなしに訪れていました。熱々のスープにうどんのような麺。さっき入れたオレンジのラー油のおかげで、冬の台湾で最初に食べるには最高のピリ辛尿老麺に、比較的柔らかい牛肉にはほんのりと八角の風味。このローカル感極まりない深夜の店内で、地元の方々と相席で食べられることが何より美味しい。夜遅くに美味しい尿老麺、ごちそうさまでした。ただいま。今回、航空券の残席1という表示に焦って、自分史上最高額の6万6千円台で仕方なく買ってしまいました。翌日見なきゃいいのに、なんと半額になっていました。地下鉄を乗り継いで朝食を食べにちょっと離れた町へ。何度台湾に来ても行ったことのない場所は星の数ほどある。しっとりと冷たい空気がゆっくり体にまとわりつく。冬の台湾の朝は少し不思議だ。閑静な住宅街を抜けて、老舗の鮮豆醤のお店へ。内用一个鲜豆酱。OK。
1955年、70年の老舗。代々のお店の写真に見とれていると、鮮豆醤が運ばれてきました。このお店の鮮豆醤は、塩味も酸味も文句なしに美味しい。そしてちゃんと温かい。時々通るバイクとお店を訪れる地元の方々。ここは台北の日常がゆったりと流れている。一杯40元、日本円200円。谢谢你哦，再来哈，拜拜。谢谢你，拜拜。素晴らしい鮮豆醤と温かい時間をありがとうございました。細い路地にルーチャオを発見。地元の方の賑やかな声が聞こえてきました。ディーファージェの街中にも赤いお札や飾りが目に入り、年が変わったばかりの空気が街のあちこちに残っている。永楽市場の前で見慣れないテントが張られ、いつもより少しだけにぎわっていた。冬のディーフォアジェ、暑さを気にせずゆっくりと歩ける。乾物の匂いと漢方の匂いがコロコロと入れ替わり、台湾の昔から変わらないものがとても懐かしい。このお店で買いたいものがありました。台湾の小道具が好きで、特に昔の食堂で当たり前のように使われていた食器などを密かに集めたいのです。傷も色ムラも長い時間の一部みたいに残っていて、眺めていると自分の知らない台湾の年月を感じられます。これは昔の台湾の社員バッジのようなものらしい。女の子が一生懸命選んでいたので、私も2つ選んでみました。
谢。谢谢。拜拜。かわいい小道具を買えたので、この旅はすでにラッキーです。前から気になっていたお店の前にたどり着きました。創業は1997年。20年以上リーファージェで地元の方と旅行者に親しまれている老舗。安宁豆腐。杏仁に浸った寒天のような豆腐と杏仁茶が看板メニュー。台湾でよく見かけるグーザオウェイと書いて昔ながらの味。欲張ってつい豆腐を頼んだけれど、冬の台湾では温かい杏仁茶も飲んでみたくなる。ダーダオチョンのツーシェンゴン。以前ここで汗だくになりながら食べた豚の血のスープ、ズーシェータン。その美味しさをふと思い出しました。マーズーを祀る廟の前には今日もいつもの日常があります。豚足が気になるけれど今は満腹。この場所の空気だけ味わって通り過ぎることにします。接下来我们这边全部后位。你好。ソンシャンにあるちょっと気になる雑貨屋さんへ。台北のシティサブカルチャー。刺さる人にはきっと刺さるであろうアンダーグラウンドな世界が広がる。このパーストアを手掛けたのは台湾インディーズシーンで知られるミュージシャンホン・シェンハオ、通称モンキーさん。台湾の音楽インディーズシーンを知っていたらこのお店はもっと面白いのだろう。何とも言えないおしゃれなアイテムや日本の90年代音楽シーンをかたどったシュールなアイテムもセンスが最高。ミキサーにマイクにエフェクター、音楽好きにはたまらないカオスな空間が広がっていました。
夜市に行きたいものの、お腹が空かず、台北の夜を散歩する。毎度おなじみ、牛の胃袋を手に入れて、台湾を無限に食べ尽くしたい。とりあえず歩いてエネルギーを消費。台北小巨卵と書いて台北アリーナ駅。常々気になっていたあのお店へ。残念ながら今日はお休みでした。尿漏麺は昨日食べたし、かといって見渡す限り今日はお休みのようです。ここでまた台北散歩。一本通りを入るとひっそりとした住宅街。屋根に生えた雑草。鳥の鳴き声。台北の日常を感じます。そうこうしていると美味しそうなお店が。一个碗哦。啊，可以拍影片吗？可以可以。谢谢。小籠包に蒸し餃子、チャーハン、いろいろ食べたいけど、とりあえず普通の小籠包とトマトと卵の炒め物を。冬の朝にぴったりな熱々の小籠包。鮮やかなトマトと卵炒め。小籠包は生姜の風味が強く、一粒が大きくて食べ応えがあります。ふわふわの甘い卵と角切りのトマト。これが最高に美味しい。けど、これは絶対3人くらいで取り分ける量です。冬の朝にこの幸せなセットを食べることができて、心も温まりました。啊，对不起。谢谢啊。谢谢。我这个三丢 Q。谢谢，拜拜，拜拜，谢谢。
食べてみたいトーファがあります。ジョンシャオ新鮮駅の近くに、ひっそりと佇むトーファの店、バオザイトーファ。この店のトーファは、塩の余韻がじんわり残る、伝統のエンルートーファ。你的推荐推荐豆花。内有一个一つ10元で3種類までトッピングできます。おすすめはとピーナッツとゼリータロイモ団子。一天。黒糖のシロップに浮かぶ絹ごし豆腐のようなもったりとしたトーファ。きめ細かくほのかな塩気を含んだ滑らかな口当たりは出会ったことのない味わい。ほんのり甘いシロップに素材の味が生きています。昼下がりの台北でいただくここにしかないトーファ。レトロ極まりない店内で静かな美味しい時間を過ごしました。这个鲜收ゼリー OK，两个而已嘛。两个而已。两个OK，谢谢好好吃好，谢谢。谢谢很可愛い谢谢。谢谢バイバイ。Google マップを眺めていると、ワンホアに何やらとんでもなく可愛い小道具屋さんを発見。心を躍らせて、またロンシャンスー付近を歩きます。細い路地の奥で光るレトロな看板のセンスに、もう間違いありません。新春シェンハオ。ここはタイムスリップしたように台北と過去をつなぐ小さな宝箱のようなお店です。店内の奥には日本の小道具も一緒に並んでいました。消毒器と書いた入れ物がとても可愛くて、店員さんに尋ねたら、これは日本から取り寄せたものでした。它是的台湾的タレント台湾star how to say singer singer and actor あ60 years more almost 60 it's from Hong Kong 香港 actor 他是台湾人台湾人他是台湾人long time ago we don't know we don't 很可愛い謝謝台湾映画の黄金時代を伝えるシーメンの映画館のポスターでしょうか。人々が長く使っていたであろう生活の跡が刻まれたグラスたちも、这是什么 this one
It's from Letters. あ Yeah. ーオールドロフトチ Yeah, キ long ン time ago. あ、from Letters. Thai あ、変くわい Yeah, you can. うん谢谢 Why? うん台湾の小道具についてあーいろいろとお伺いしたところ、うん店員さんがとても親切に教えてくださいました。気に入った小道具を何点かいただきます。 These three for Oh. free. フリー Yes. あ You can have four. そう Yeah. あー Yeah. 谢谢不会。帮你包あ、起来。変くわい Yeah. 可愛くて懐かしいお店。毎回宝探しに来てしまいそうです。前回来た時閉まっていたフージャオピンのお店。お父さんが焼き上げるフージャオピンを求めて路地裏にたくさんの人が集う。おそらく台湾人であろう隣のおじさまにどうやって買うのか聞いてみることに。日数台湾人吗？日数台湾人吗？あ、日本人。あ、日本人ですか？ええあ、すいません。日本人。あそこでお金払ってカードもらって、あ、そうですか。 30分後とか40分後とか言われて、あ先払いで先払いで番号札をもらうようです。この日は土曜日で混んでいるようでした。タイミングが分かんなくて、ただいま。今夜はちょっと贅沢なディナーです。豪風ジーニエングアン駅の近くに行ってみたいお店があります。静かな通りを進んでいくと、不意に現れるレトロな赤い看板。このお店の牛肉鍋が食べたくて、事前に予約してきました。你好，一个人。I have reservation. あ、yes. OK。谢谢。こちらのお店は、毎日台南から仕入れた新鮮な牛肉を提供してくれるお店。最低消費量は1人700元です。辛いマーラー鍋の他に
野菜と果物から出汁を取った優しい甘めのスープも選べます。这个好，小的，小的小的好。もう呆れるほど可愛い店内。辛くない一人用の牛肉鍋と新鮮な台湾ビーフ。なみなみと注がれた透き通るスープに大根、豆腐、トマトが泳ぎます。甘めのスープがとんでもなく美味しくて、早くも水筒に入れて持ち帰りたいほど。台湾ビーフをこのスープにさっとくぐらせる。店員さんおすすめの時間は4秒。これを甘辛く調合したタレにつけていただきます。レア肉は柔らかい弾力。新鮮な台湾ビーフは案の定絶品です。可以使用 credit card？ 可以。我喜欢台南的米线。这个好好吃。谢谢，谢谢你，谢谢。谢谢。谢谢。ただいま。違う。Thank you。谢谢，拜拜。台湾最後の朝、どうしても食べて帰りたいものがあります。帰国する日は毎回、寂しさと爽やかな朝の台湾のギャップがエモーショナルなのです。地元のお母さんが切り盛りする人々の胃袋を支える店。日本に帰る前にこのお店の炒めたビーフンと豚の血のスープ、
ズーシエタンが食べたくて来ました。ほぼ外の屋台。冬の台湾では立ち上る湯気が心地よい。暑い夏の台湾ではこんなことは到底思えない。甘辛いローザオがかかったビーフンと豚の血を固めたスープ、ズーシエタン。ニンニクを追加していただきます。甘めの味付けにまた台南を思い出しました。熱々のスープには新鮮なズーシエがたくさん入っています。だしとニンニクが効いたスープと絹ごし豆腐よりもっと柔らかいズーシエ。今回の台湾を締めくくるのにこれ以上ない2品です。很好吃，很好吃，谢谢。日本没有这个，没有这个啊，这个我喜欢猪血，猪血，好吃。日本円でおよそ450円。最高な台湾のローカルな朝食、ごちそうさまでした。バイバイ。